皆さんこんにちは、ケケです。今回はオーバーロードから派生する、ゾナウギアの透明化、無限化を解説していきます。まずはオーバーロードの下準備、操縦桿をカリカリ接着します。1から村への木田工務店のこの部屋に操縦桿を置き、部屋から離れると操縦桿が消えるのを確認します。だいたいこのテーブルあたりです。再度部屋に近づくと操縦桿が現れます。この状態を利用してカリカリ接着を行います。ウルトラハンドで操縦桿をつかみ、消失判定のあった位置まで下がります。そのまま操縦桿を部屋に押し込み、L 長押しからスクラビルドを選択します。この状態でカメラを左下に向けておきます。そしたらマイナスボタンからマップを開き、冒険手帳から冒険の記憶を閲覧します。記憶をスキップしたら、B でメニューを閉じるのですが、B 即 ZL を連続で押します。このように縦構えの際に正面を向いたら、スクラビルドが保存されていないため、ウルトラハンドの手順からやり直します。B から ZL を押すタイミングですが、という太鼓のリズムに合わせると成功しやすいです。入力猶予としては、1から2フレームとかなりシビアな気がします。慣れていても成功率は5、6割といったところでしょうか。それでは実際にやってみましょう。タイミングは太鼓の音に合わせて、こんな感じで入力します。それではやってみましょう。はい、成功するとこんな感じに、カメラが正面を向かずに固定されるので、部屋に近づいて即 L からマップを選択します。この時も L 入力はできるだけ早めにします。マップが開いたら再度冒険の記憶を閲覧します。記憶をスキップし終えたら、プラスボタンから縦欄を開き、装備盾をポーチから出して、違う盾を装備し、外します。そのままメニューを閉じると、このように盾と操縦桿が落ちてくるので、盾を拾い、操縦桿をウルトラハンドで掴みます。そのまま少し持ち上げて下ろし、戻れ子をかけたら操作で乗り込みます。操縦桿が上まで上がったら十字キー左から縦欄を開き、違う盾に装備を切り替えます。切り替えた瞬間に床抜けを開始するので、即座に B でキャンセルしてください。ちなみにこの状態では、L でゾナウサークルが出せなくなっていますので、違う操縦桿をポーチから出して、その操縦桿に乗り降りすれば解除できます。そしたら床抜けした操縦桿を武器にスクラビルドします。この状態でインビザブル、いわゆる装備合成を行います。盾、操縦桿武器、弓。この3種を装備した状態で、L 長押しからマップを選択し、ZR を長押ししつつ、L を離して即十字右を連打します。するとこのように弓欄が開くので、装備している弓をポーチから出し、その瞬間に再度十字右を連打します。するとまた弓欄が開くので、別な弓を選択して ZR と十字右を離します。その瞬間に間髪入れずに十字左を連打します。するとこのように縦欄が開きますので、装備している盾をポーチから出します。出した瞬間にまた十字左を連打して、再度縦欄を出したら、違う盾を選択して十字左を離すと同時に、今度は十字右を連打します。するとこのように武器欄が開くので、装備武器をポーチから出します。ポーチから出した瞬間に再度十字右を連打します。すると再度武器欄が開くので、違う武器を選択して十字左を離します。するとマップが開くので、閉じずにそのままプラスボタンを押して、装備している盾と弓をポーチから出します。そのままメニューを閉じると、このように武器、盾、弓が落ちるので、
必ず武器の装備を外してから全て拾います。それではもう一度やってみましょう。L と ZR から、十字右を連打。弓捨て弓装備。ZR を離して十字左を連打から。盾捨て盾装備。十字右を連打から。武器捨て武器装備。十字キーを離したらマップが開くので、そのままプラスボタンで、装備している弓と盾をポーチから出します。落ちた装備を拾う際は必ず武器の装備を外してください。この工程を、弓と盾の欄が、合計14個消えるまで繰り返します。ちなみに連打の途中でマップが開いてしまうことがありますが、操縦桿武器を装備しているときは、落ちた装備を拾い途中からやり直します。操縦桿武器をポーチから出していた場合は、武器を装備していない状態で拾い、やり直せば OK です。さて、これで盾の装備欄が7つと、弓の装備欄が7つ、計14個の装備を消すことができました。そしたら武器を外して装備を拾い、負荷を上げられているかチェックします。試しに盾を切り替えた時に、このように足元に盾が落ちれば OK です。これでオーバーロードは完了です。あとはセーブしていたデータをロードすれば装備は戻ってきます。データをロードするとこんな感じで、装備が足元に落ちている場合があります。武器が落ちている時は武器を切り替えれば元に戻ります。盾の場合も同様に切り替えで戻ります。ちなみに装備を2種まで装備している状態だと、装備切り替えをしても足元にドロップしません。盾、武器、弓の3種類すべてを装備した状態で、装備を切り替えると、切り替えた装備がドロップします。主に武器をドロップさせることが多いと思います。切り替えで元に戻ります。盾も3種装備の状態で切り替えると、このようにドロップします。何らかを外して装備を2種以下にすると、切り替えでドロップしなくなるため、装備ドロップのオン、オフが簡単にできます。そして本題のギアの透明化や無限化は、このドロップさせた装備を利用して行います。実体化した武器本体に判定があり、リンクさんが装備しているものは、無の判定になります。このドロップした武器を仮接着して、ミネルさんにスクラビルドすると透明化に派生し、ドロップ武器を直接盾にスクラビルドすると、ゾナウギアの無限化や、当たり判定の無効化に派生します。以上がオーバーロードまでの解説になります。以降は透明化と無限化の解説になります。それでは透明化の解説です。まずは装備切り替えで武器をドロップさせます。そしたらカリカリ接着と同じような手順で、盾にドロップ武器を仮接着していきます。スクラビルドを構えたらカメラを左下に向けて、記憶を閲覧します。スキップし終えたら B と ZL をタイミングよく入力します。武器の場合はその場から動かずに、2回記憶を閲覧してスキップします。スキップし終えたらプラスボタンで盾欄へ行き、装備している盾を外し、再度装備します。そのままメニューを閉じると、このように武器が空中で固定される時があります。これは失敗というか、たまに起こるバグというか、まあこういうこともありますわな。こういう時は武器を切り替えれば、スクラビルド判定も消えます。ではもう一度やり直します。
クラビルドを構えたらカメラを左下に向けて、記憶を閲覧します。スキップし終えたらビート ZL をタイミングよく入力します。スキップし終えたら縦ラン A 機。装備している盾を外し、再装備。メニューを閉じるとこのように武器が落ちます。この武器を村の外までウルトラハンドで運び、ミネルさんにスクラビルドします。村の外まで運べたら、ミネルさんを呼び出し、仮接着した武器をスクラビルドします。そしたら透明化したい素材を出して、透明化するのですが、あらかじめブループリントに登録してある必要があります。口述しますが、透明化した物体はウルトラハンドでつかめないためです。それでは透明化手順です。スクラビルドを構えていると、このようにミネルさんが光になって、リンクさんに向かって飛んできます。その瞬間に武器にスクラビルドしてください。するとこのように物体が透明になります。スクラビルドにはしっかり反応します。当たり判定はありますが、このようにウルトラハンドで掴むことができません。ブループリントには反応するため、このように組み立てることは可能です。再現をすると謎にしばらくその場に留まります。ウルトラハンドで掴むと動かせるようになります。こんな感じで透明化したとしても、そのゾナウギアや素材の性質は保たれています。ただ扇風機や火流、漂流といった一部のギアは、透明化していてもエフェクトが出ます。見た目を消した上で効果だけいる、ということはできないので注意が必要です。ちなみに無限翼やスクラビルド可能な祠パーツなどの、特殊素材を透明化した場合の回収方法ですが、普通にウルトラハンドではつかめないため、ブループリントで一旦解体してから、邪魔な素材をどけて、盾などにスクラビルドすれば回収が可能です。仮接着盾から別の盾にスクラビルドすれば OK です。それでは透明化の説明を終わります。それではゾナウギアの無限化を解説していきます。無限化はオーバーロード環境下で行います。盾、武器、弓の3種を装備した状態で、武器を切り替えてドロップさせます。ドロップした武器を盾にスクラビルドすれば、コールドヒューズが行える状態になります。この状態で何かしらを武器にスクラビルドしようとすると、このようにコールドヒューズが行えます。この状態を利用してさらにゲームに負荷を上げていくわけですね。それではこの工程を、計32個分行っていきます。通常だと物体は21個までしかフィールドに存在できませんが、このコールドヒューズした物体は、その限界を超えて存在できます。そして33個目からこのように床をすり抜けるようになります。この状態になれば、もうギアを無限化できます。それでは試しに翼を無限化していきましょう。この状態でコールドヒューズしてしまうと、床抜けしてしまうので、戻れ子をかけてその場に留めておきます。この状態でコールドヒューズを行うことで、ギアの当たり判定と消失判定を消せます。ちなみにこの状態でウルトラハンドで掴んでしまうと、弾けて無限化が解除されてしまうので、装備している盾をポーチから出します。
そうするとウルトラハンドで掴めるようになります。この状態では地面との当たり判定はもちろんのこと、ギア同士の当たり判定もなくなります。ただ接着の判定はあるため、このように接着することは可能です。もちろんリンクさんにも当たり判定はありません。あとは盾を拾えば OK です。それでは同様にロケットも無限化していきましょう。戻れ子をかけてから、コールドヒューズを行います。ウルトラハンドで掴む前に盾をポーチから出しますが、盾を装備したままだと、ご覧のように弾けます。こうなってしまうため、ウルトラハンドで掴む前に、盾をポーチから出しておきましょう。ちなみに無限化したもの同士は接着できないため、無限化していないものを噛ませる必要があります。今回は台車がその役割をしています。このように翼ではなく台車に接着されましたね。同様にバッテリーにも無限化を行えば、文字通りエネルギーも無限になります。どうせならバッテリーも無限化しておくと良いでしょう。あとは操縦桿をセットして飛び立てば OK です。それでは飛んでいきましょう。ちょっと見えづらいですが、消えることなくロケットが使えていますね。ギアの無限化はこんな感じです。ちなみにロケットの操作性は非常に劣悪で、そのままではとても使えたものではありません。そのため無限ロケットを使う際は、SDC や ZPE などと呼ばれるグリッチを併用します。これらのグリッチは過去にこちらで解説しているので、よろしければ参考にしてみてください。さて、今回はスイッチ2エディション版での、ゾナウギアの透明化と無限化について解説しました。基本的な手順は変わらなくてよかったですね。それではここらで解説を終えたいと思います。チャンネル登録するかどうかはお任せするので、よければもう一本他の動画も覗いてくれると嬉しいです。それでは今回も、ご視聴ありがとうございました。